3、はい。豊田からお届け、リサーチャー図鑑。こんにちは。世界各地のさまざまな分野の研究者をご紹介する研究者図鑑。私、案内役のニピオです。本日ご紹介する研究者は辻志保さんです。辻です。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、こちら愛知県の豊田市にあります、ここは何川ですか？しだれ用水。しだれ用水。はい。はい。しだれ用水というところの上の端からお届けをしてるんですが、ここの上に普段通って活動されている。はい。ここで今120年史を編んでいます。120年史です。はい。はい。なんか矢作川というのをキーワードにされてる。はい。矢作川研究所におりまして、はい、矢作川からその水源にして、はい、しだれ用水で120年を迎えるので、そうなんですね。今、はい、その編集をしています。なるほど。その研究の詳しいお話はまた後ほどお聞きしたいと思うんですが、そういう研究の現場のまさに用水の上からお届けをさせていただいてます。それではですね、本日この辻さんにお聞きする内容なんですが、こちらの3つのキーワードになってます。では1つ目から言ってみたいと思うんですが、渡来人伝説ということで、これはどういう内容のキーワードなんでしょうか？私がもともと研究を始めたのは、徐福という人物からなんですが、徐福さん。はい。徐福や、百済王、韓国ですね。はい。それから金論人が、いろんな海を渡ってやってきた人っていうのがあって、その人の伝説を追いかけています。はい。なるほど。ではその徐福さんとかっていうのは僕もあまりお名前しか聞いたことないので、どういった方なんですか？徐福というのは、紀元前の219年ですね、秦の始皇帝の時代なんですけども、その時代に始皇帝が国を統一して大きな力を持っている時に最後に欲しい力っていうのが死なないっていうことで、それを徐福が叶えましょうということで、東に向かってですね、船出します。で、道南道女数千人、それから五穀の種、それから先進の技術者、それを連れて、旅立っていくという話で、不死の薬を求めていく人なんです。でその人が海を渡って、そして王となって帰ってこなかったという遂げない話があるんですけども、その伝説を追いかけています。なるほど。その徐福さんが中国から日本に来たわけなんですか？本当は日本だっていうのは後からの話なんですけれども、今いろんなところで徐福の話が今ここに来たんだっていうようなのが全国に韓国にも広がってますが。はい。でその研究の内容としましては、その徐福さんであったり渡来人の方のどのような側面で研究をされてるんでしょうか？そうですね。徐福の伝説研究ということで、伝説っていうのが柳田国男の考えていた徐福伝説ですね。伝説っていうものが伝説っていうのは例えば川とか岩とかですね。そういうものが伝説、いろんなものを取り除いて伝説になるんだと考えられていたんですけども、私は今お話ししたように徐福だとか百済王だとかっていうように徐福が例えば川とつながっても徐福の話だという、そこに注目して研究を進めています。柳田国男さんの場合はその徐福と川がつながったとしても川の方にしておいてるんですか？そこで、固有名詞っていうのは、いつの時代に合わせて時代とともに変わっていくので、固有名詞を取り除いて考えるようにというふうに言ったんですね。その時々の例えばすごいスターの人の名前を引っ張ってきたりとか、例えば佐賀でも徐福の話と今言われるところが弘法大師の話だったりするんですね。だからそういう名前に気を取られてしまったら伝説の本当がわからないと考えたんですけど、でも私たちは誰がっていうところに実はすごく気持ちが動いて、でそこにやっぱり注目してみることで地域の思いっていうのは伝わってくるんじゃないか、そこに注目しています。なるほど。その人に視点を当てることから見えてくるものを探っておられる。その研究の方法といいますか、実際に現地に行かれたりとか。そうです。できるだけ地域に足を運んで、地域の方に話を聞いて、もう20数年になるんですけれども、そうするうちに同じ場所で全然違う話になっていったり消えていったり、そんな変化もそれを批判するんではなくって、しっかり記録していくっていう方法をとっています。
なるほど、はい、本当に世界各地といいますか、日中韓のさまざまなところでそういう伝説が残ってるわけです、そうですね、生まれてくるっていうのも実はあって伝説の伝承地が増えているっていうのが実は面白い2000年も前の話にあるんですけれども、なるほど、そういういろんな新しく生まれたものも含めて、はいこうその全体像といいますか、徐福さんもしくは渡来人というのがどういうものかというのを捉えていこうという。そうですね、やっぱり生まれてくるには生まれてくる何かそのきっかけがあるので、そこを非難するのではなくて、しっかりその、前後っていうのを捉えていこうというふうにしています。なるほど。あともう一つはこの先ほど最初にオープニングでお聞きしましたが、はい、この矢作川もしくはこの用水路の120年というのは、こちらはどのような研究になるんでしょうか。そうですね、全く違うように思われてしまうんですけれども、こういう用水っていうのは多分皆さんのお近くにもあるかと思うんですけど、この用水を誰が作ったのっていうと、一人の人がいて、で人は資材を投げて、そして作った偉い人なんだよっていう人に手を合わせてっていうような、偉人伝みたいな、多分教科書の総合学習ぐらいで、子どもたちが勉強したりするかと思うんですけど、それもやっぱり調べていくと、はるか2000年の話とは全然違うんですけども、身近なことでもやっぱり伝説にしていく時っていうのがあるんですね。でこの人を祀っていこうとか、そういう仕掛けという点では、伝説が作られる時っていうのは時代とは関係なく、いつもその生まれて今私たちの目の前で生まれていくことなので、同じように伝説を研究するという意味では、もちろん120年史を編むという作業の、中で生まれてくることですけれども、面白い研究だなというふうに思って進めています。なるほど。一見この川と人物となんか全然違いそうなんですけども、実はそういうまた120年と2000年という時間のスケールも違うんですが、そうですね、はい、そこっていうのはそのプロセスをある意味捉えるといいますか、ところでも共通している。そうですね、2000年も前の話っていうのを、地域の人がもう昔からやってるよって言うんですけども、昔からの昔を結構たどることっていうのはできて、いつぐらいとか誰がっていうこともはっきりしてくることがあるんですね。でできるだけその昔からを解いていくという作業を通して考えてます。なるほど。それがこの一つ目のこの渡来人伝説というこのキーワードの内容ということなんですね。そうですね。はい。今度は2つ目のキーワードに行ってみたいと思うんですが、今度はですね、こちら伝説に史実は必要ないということでですね、これまた1つ目のキーワードと何かつながってそうなんですが、そうですね、伝説が例えば地域に行くと、もういろんなことが分かってきて、もはや伝説ではないっていうような言われ方をして、証拠この証拠っていうようなことを言われるんですけど、実際には全然分かっていないことっていうのがたくさんあって、でその本当を探るっていうその本当は一体どこにあるのか、例えば歴史学から見れば違うでしょうし、文学の立場からの本当を見れば違うでしょうし、民族学の中の本当はやっぱり地域の人の思いの中に多分あると思うんですね。で地域の人がこんな風に暮らしたいと思う中で生み出していくっていうのはすでにもうそこの地域にとっての本当で、その思いを汲み取っていくって考えると、それは本当だ本当ではないという判断を私たちがするべきではない、地域の人がというふうに考えて。なるほど。例えば徐福さんの場合はもう徐福が存在した証拠が見つかったみたいな、そういうものは必要ないんだというような。そうですね、証拠探しっていうのもやっぱり、いろんなところでされていますし、証拠を探すべきだというふうに考える方も見えるんですけど、その証拠が私の場合はできるだけ見つからないようにというふうにむしろ見つからないでくれと、何かこう、今いろんなところで徐福のことが語られて、徐福の像が作られて、でそんな時にそれぞれの地域の顔になっていたり、地域の格好になっていたり、年齢になっていたり、でそれが実は地域にとっての本当なので、それを作り変えて一つにしてしまうっていうことによって、なんか寂しいものになってしまうんではないかなというふうに。一つの真実といったらあれなんですけども、その証拠というのができてしまったがために、これまで作り上げられてきたものっていうのがなんか嘘にされてしまうのはもったいないという。ただ、地域の人たちっていうのは、ずっと語り継いでいるっていう思いがありますので、自分たちの中でできているものは多分もし今見つかったとしても、でも私たちは信じているもんという、思いになってる、それぐらいの強さが今地域は持ってるなというふうに
感じてそうます。なんです、それだけ地域の